はい、皆さんこんばんは。徳旅 TV の徳富です。昨日ね、ライブ配信しようと思ったのですけれども、どうもね、音声がうまく流れていなくて、ブツ切れになってしまっていました。多分ね、今日はね、もう大丈夫なはず。実はね、ケーブルをね、第1回目の配信のものとちょっと変えたんですよ。パソコンとカメラの位置をちょっと距離を離したので、長めのケーブルを使ったのですけれども、どうもそれがいけなかったみたいで、このケーブルを使うと、音声の配信がうまくいかないということが、今日の検証によって分かりました。なので、別の新しいケーブルを使っています。このケーブルを使えば、ちゃんと音声が流れているということが確認できたので、今日はきっと大丈夫なはず。もし皆さん聞いていて音声聞こえにくいなどというようなことがあったら、チャット欄で教えていただければと思います。さあ、ということで、今日の配信を始めたいと思います。今日のテーマは、タイの旅の振り返りですね。ただこの旅というのは2017年の6月、今から7年前のお話ですね。僕個人の旅行ではなくて、タイ国政府観光庁とタイ国際航空、この2つの機関によるファムトリップ、メディアツアーというものでした。このツアーは旅行会社関係者や、あとはインスタグラマー、ブロガー、YouTuber などのインフルエンサーの人たちを集めて、基本バンコク中心、およびバンコク周辺のエリアを巡るというものでした。旅行会社の人たちは、このツアーを参考にして新しい旅行商品を考えるというものだったり、ブロガーやインスタグラマーの人たちはそのツアーに参加して、で各々が撮影した映像などを用いて記事を書いたり SNS に投稿などをするというようなものでした。僕自身はブロガー枠で参加していました。さあで、第1回目の配信の時に初日の様子をお伝えしました。タイ国際航空で成田空港からバンコクのスワンナプーム国際空港にやってきて、そしてまず夜ご飯を食べて、その後にあそこはアジアティークリバーフロントというところに行って、そしてホテル5つ星ホテルに泊まるという、そんな初日の様子でしたね。で、今日は2日目ですね。2日目はアユタヤに行っています。ではこれからアユタヤの様子を皆さんにお伝えしようと思います。まずはアユタヤですね。アユタヤについて、簡単におさらいしておきましょう。アユタヤ王朝というものがありまして、1351年から1767年まで続いていたそうです。そして、その最後の年である1767年には、ビルマ軍の侵攻により、このアユタヤの町が破壊されてしまったと。そんな歴史があります。そして1991年にはユネスコ世界遺産に登録されたそうです。さあで、そのアユタヤなんですけれども、バスで移動します。で、バスで移動する際にサービスエリアのような場所で、ちょっと休憩タイムなどがあるのですけれども、そこでこんなね、ドリンクを買ったり、ココナッツのドリンクですよね、これは。基本ね、タイで売っている、こういった類のこのペットボトルのドリンクというのは甘いです。むちゃくちゃ甘いです。砂糖をおそらくいっぱい使っているなというような感じのものです。でもね、このココナッツ、これね、すごい美味しかった思い出がありますね。
さて次の写真見てもらいましょう。こちらはそのサービスエリアにあったトイレ。これ左側に水溜まっている場所がありますよね。そしてピンクの桶があります。で、この桶で左側の水をすくって右側のトイレ流すと。その手動流し式のトイレがありました。今から7年前のお話なので、もしかしたらもう今はこういうトイレはもう地方にしか残っていないかもしれません。こちらは同じく鮎田屋に行く途中のサービスエリアにあったお店ですね。これね、よく見るとね、日本語書いてあるのがわかりますかね。左上の方にはバニラ&ショコラ、グリコですね。こんなね、アイスなどがね、ありました。これ以外にも日本語表記のものなどは実はタイにはいっぱいありますので、皆さんもタイに行った時にそういったものを探すのもきっと面白いと思いますよ。そして、いよいよアユタヤに到着です。まず最初に訪れた遺跡はこちら、ワット・チャイワッタナラーム。ワット・チャイワッタナラーム。ワットというのがお寺という意味があります。なので、チャイワッタナーム寺というイメージでしょうかね。ここね、すごい広々としたところにあるんですよ。川のほとりにあります。仏塔、立派な仏塔がありまして、これだけ見ると、なんか昔からずっとこう綺麗なまま残っていたのかなというようにも見えます。そしてここには外国からの観光客だけでなくて、これアユタヤの子どもたちなのか、それともバンコクからの子どもたちなのか、社会科見学に来ているであろう子どもたちも大勢いました。これね、僕は青いシャツの人、これが僕です。カメラを地面に置いて自撮りしています。こんな感じで、大勢で行ってたんですけど、多分これね、全部でツアー参加者は100人以上いたと思うので、何班かに分かれていますね。さあ、いよいよ、アユタヤ遺跡の本題に入っていきましょう。これが、この角度からだと、なんだかわからないかもしれませんが、実はこれ仏像なんですね。先ほどビルマ軍に侵攻されてアユタヤ王朝が滅亡したというお話をしたわけですけれども、その際にこの侵攻の対象である仏像が破壊されています。これは腕が落とされていて、そして頭ですね、顔も落とされてしまっています。で、これ仏塔の上の方、右の方に僕いますけれども、その上に仏像あります。これはね、ちょっと顔は残ってますね。腕は落とされてますかね。この写真は分かりやすいですね。頭と右腕が完全に落とされています。仏塔の中にはこのような形で顔が残っている仏像もありました。これおそらく壁面と顔が一体化してるんじゃないかと思います。そのおかげで顔を落とされずに済んだのかなというふうに思いますね。さあ次のお寺です。次の遺跡です。今度はワッ
ト・マハタート。もしかしたら、アユタヤの遺跡というと、ここが一番有名かもしれませんね。先ほどの遺跡に比べると、狭いです。狭いエリアにこうギューッと遺跡が詰まっているというようなイメージです。これは仏像の頭がゴロンと転がってますね。胴体などは、これ多分真ん中左あたり、これが胴体なんじゃないかなと思います。そして、ワット・マハタートといえば、この仏像のお顔だけが木の根っこに埋まっているというものです。本来は体もちゃんとあった仏像、これ頭が切り落とされて、多分この木の根元にゴロンと転がされていたのでしょう。そして木が成長するにつれて、だんだんと木の中に一体化していったと。この写真は、アユタヤ観光写真では必ず目にするものじゃないかと思います。で、ここの写真を撮影する際には、今これね、人は写ってないんですけれども、この前のところには人たくさんいます。皆さん座っています。座って、この仏像の頭よりも、自分の顔が、頭の位置が高い位置に来ないようにしなくてはいけないというルールがあります。実際にはね、人間の頭の位置よりだいぶ低いところにあるので、どうしても普通に座っても人の頭の方が高くはなりますけれども、そこら辺はファジーに、だいたい座っていれば OK というような感じでした。ワット・マハタートで最も有名な木に一体化している仏像の顔。これもワット・マハタートですね。多分ここの空間は仏教の儀式かなんかで使っていたんですかね。だだっ広い、何にもない空間もありました。タイはやっぱり暑いです。なので水分補給は忘れずにするということで、これツアー参加者と一緒にちょっとなんかね、インスタ映えっぽい写真撮ってみました。そしてワット・マハタートから次の遺跡へ移動する際の写真です。象が道を歩いていました。アユタヤといえば象に乗ることができる、そんなイベントもあります。しかしこのツアーでは時間の関係上象に乗る体験というのはできず、移動の際に遠くから眺めるだけでしたね。聞いた話では象は乗り心地は良くないみたいですね。結構上下移動があって、こんな高いところに座ると結構怖いみたいです。まだ僕も乗ったことはないです。3番目の遺跡です。こちらはワット・プラシー・サンペット。このワット・プラシー・サンペットはと言いますと、確か1491年にボロムトライ・ロッカナート王が作らせたお寺だそうです。王室専用の寺院ということなので、格式高いお寺だった場所ですね。で、現在も修復中の場所が多々あります。これもちょっと工事してますよね。櫓立ってますよね。で、このワット・プラシー・サンペットで最も見どころとなるのは、この3つの仏塔。
これちなみにこれ、階段が、真ん中の仏塔には中央部分に階段がありますよね。これ登ることができます。あ、また自撮りしてます。これね、すごい、いかにも遺跡、なんかね、ラピュタみたいな感じですよね。これもともとは何だったんでしょうかね。建物なのかな。破壊の度合いが激しいです。これは階段登ったところですね。上から撮ったものです。手すりなどはないので、これかなり怖いです。さあ、3つの遺跡巡りが終わりまして、お昼ご飯です。お昼ご飯は、アユタヤにあるクルンスリーリバーホテルというところに行きました。ホテルの中にあるレストラン。僕、8月に911日で、プライベートのタイの旅行、一人旅をしてきたわけですけれども、その際には、基本、ローカル食堂に行っていました。高級店には行ってないです。そうなると、一食40バーツ、50バーツの世界だったんですよ。1バーツ4円。実際には 4.2 円ぐらいですけれども、ちょっと計算簡単にするために4円とすると、40バーツだったら160円。50バーツだったら200円。それぐらいで、一皿食べられるというような食堂に行っていました。で、このクルーンスリーリバーホテルは、おそらくそれでは効かないと思います。僕は招待だったので、これから出てくる料理が一体いくらなのかということはわかりません。4桁バーツいっちゃうんじゃないかなというようなものではないかと思います。さあ、料理も見ていきましょう。これ野菜いっぱい、野菜炒め的なものですかね。そして中華スープ。で、チャーハン。チャーハンはね、この旅の中で何回か食べたんですけれども、どこも美味しかったというイメージが残っています。そして、このランチのメインとなったのは、この川エビ。でっかいですよね。で、これね、身がね、プリプリでね、むちゃくちゃ美味しかったです。一人一匹一尾だったのですけれども、もっと食べたくなりましたね。やっぱりアユタヤと言ったらエビでしょうね。エビ名物だと思います。皆さんもアユタヤ行ったらぜひ食べてみてください。でっかいエビ。きっと、ローカル食堂とかに行ってもあるのかな。で、ちなみに、これホテルの横にあった川。この川でさっきのエビが取れたのかなと、なんかちょっと想像しちゃいますけど、どうなんですかね。養殖場みたいなところがあるのか。それともこういう自然の状態のところから取ってくるのか。これ茶色いだけで、そんなに水としてはそんな害がないのかなとは思いますけれども、あんまり想像するのはやめましょうね。とにかく美味しいと。エビは美味しい。アユタヤのエビは美味しいと。昼食後は、同じくアユタヤにある日本人村に行きました。日本史の授業の中で必ず出てくる山田長政。タイに渡った、シャムに渡った日本人。そのゆかりの地がここですね。このようなね、日本刀の展示もあります。そして、アユタヤの街の全体図があって、この人が、この場所がまさに今この場所なんだよと、日本人村なんだよというようなものを示してくれているのだと思います。アユタヤは川に囲まれている。
街ですね。で、一通りアユタヤ観光を終えました我々一行はバンコクに戻ってきました。で、夜はゼンスレストラン。このね、ゼンスレストランって2024年の今現在多分ないと思うんですよね。バンコクの一大繁華街、チットロムとかシーロムじゃあな、サイアムか。の駅の近くにあるセントラルワールドというショッピングセンター、ショッピングモールの最上階にあるレストランが、最上階にあったレストランがここなのですけれども、ここでパーティーが開催されました。タイトル出てますね。TAT ジャパン。これ TAT というのはタイ国政府観光庁のことです。それと TG。TG は、これはタイ国際航空ですね。そのメガファムトリップというようなタイトルがついています。このね、ファムトリップツアーは、東京、名古屋、大阪、福岡の4都市から、タイ国際航空で人々が集まってきていた、ツアーでした。100人以上ですね。そしてその人々が一堂に会してここでパーティーが行われたというわけで、タイ料理のパーティー料理。多分ね、これね、あんまり見る機会ないですよね。こんな感じでいろいろとパーティー料理も出ていました。で、こちらが僕が取ってきたものかな。これ左手前にあるのがマンゴースティッキーライス。カオニャオマムアン。もち米とマンゴー。そしてそこにココナッツミルクがかかっているという、甘々ですんごく美味しい。僕は個人的にはタイの料理の中でもしかしたら一番好きかもしれません。この旅の最中は意識していなかったのですけれども、2回目3回目の時にはもうこのカオニャオマムアンが食べたくて仕方がなくなるくらい大好きになりました。右側にあるのは何だろうな、これ。パッタイかな。すんごく辛かったという記憶はあります。そしてカオマンガイ。カオマンガイは8月の旅でも何回も食べました。朝カオマンガイ食べるときにはもうタレをかけずにそのままの状態で優しい味で食べたり、あとは甘いソースをかけるというのが朝の基本形で、夜食べた時には辛いもの、辛いソースをかけて食べるのがいいなというふうに個人的には思っています。パーティーということで、大規模パーティーということで、ライブパフォーマンスなどもあったりしたわけなのですけれども、僕はあんまりね、こういうね、人がたくさん集まる場というのは好きじゃないんですよ。苦手なんですよ。できれば行きたくないというタイプでして、この前の8月の9泊11日のタイ旅行の際には、多分ね、他の人と会話を交わしたのは2回だけだと思います。食堂で注文をするとか、ホテルの、ホテルで宿泊の手続きをするとか、そういうことを除いて、普通の会話ですね。普通に言葉を交わすというのは2回だけでした。1回目は、8日目から9日目にかけたクレット島の宿。ちょうどね、今日公開した、動画公開した8日目の様子の後半部分で出てきています。その宿の人が日本語ちょっと話をできる人でした。で、夜ご飯一緒に食べたんですよ。
でその際に島のこととか日本のこととかいろいろお話をしました。で2回目は帰りのスワンナプーム国際空港で、空港内にフードコートがあるんですね。でそこで日本人女性2人組からなんか YouTube やってるんですかみたいな感じで声をかけられて会話をしたということがあって、その2回だけですね。丸々10日間タイに滞在してはいましたけれども、その他の人との会話はゼロでした。旅に出会いを求めていないと、人との触れ合いを求めていないので、自分から声はかけないですし、他の人から声かけられることもなかったですね。大体僕、撮影しながら、日本語で独り言ベラベラ喋りながら歩いていたので、きっと周りの人も声かけづらかった、変な人がいるなというように思っていたかもしれないです。タイで、僕がこれまで動画アップしている様子を見て分かる通り、大体僕喋りながら歩いていたり食べたりしているのですけれども、全く周り気になりませんでしたね。みんな自分のことを知らないし、自分が何喋ってるのかもきっと分かっていないだろうというように思っているので、人の目を全く気にせずに撮影をしていました。他の人から見たらね、触れないでおこうと、見ないでおこうと、変な人だから触らないでおこうというふうに思っていたかもしれませんが。そんな感じでね、レストランでのパーティーが終わりまして、参加者の中でも、僕と同じくあまりパーティーが好きではないという人がもう一人いたので、終わる前にホテルに歩いて帰っちゃおうということで、セントラルワールドを出てホテルまで歩いていきます。夜のバンコク、初めてのタイの訪問で夜歩くというので、結構怖かったんですけれども、ドキドキしながら歩いたのですけれども、そこでこのエラワンというところを最初に訪れました。ここもだいぶ有名な、かなり有名なスポットですね。このエラワンという場所にはヒンズー教のブラフマーという神様が祀られています。どんな願い事でも叶えてくれるということで、たくさんのタイの方々がここを訪れています。ヒンズー教徒だけでなくて、おそらく普通の仏教徒のタイ人の人々も訪れて、このような形でお祈りを捧げると、願い事をするということをやっていました。すんごいたくさんの人がいるんですよ。このろうそく、お線香の数を見ても、たくさんの人がここでお願いしたことをしているというのもわかるかと思います。ここでお願い事をして、そのお願い事が叶ったら、もう一度エラワンに訪れて、で、この舞を踊ってもらう。という、エラワンは2段階のお参りをするというような形だそうです。僕はお願い事していない、お祈りはしていない、お祈り道具、お供え物などを買ってやってはいないので、このね、踊りだけをお願いするというわけにはいかないなと思って遠くから見ていただけです。こんな感じでエラワンを見学させていただきまして、暗い夜道を、スクンリット通りという、おそらくバンコクの中でも一二を争う賑やかな通りだったので、夜ではありますけれども、そこまで、今考えると怖がらずに
歩いてもよかったんじゃないかなとは思います。さあ、ということで、今回の、この2017年6月のタイの旅の2日目が終了となりました。で、3日目なのですけれども、これまた次回のライブでお話ししようと思いますけれども、3つのコースがありました。その中の1つを選択してくださいというもので、まず1つ目が、王宮あたりの散策。で、2つ目のグループが中華街の散策。で、3つ目のグループがカンチャナブリ。戦場にかける橋という映画でも有名になった、バンコクから見ると、どちら辺なんだろうな。北西の方向なのかな。ちょっと離れた場所にある、鉄道路線ですね。バンコクから鉄道でそのまんまも行けるんですけれども、バスで行って、ちょっとだけ鉄道に乗る体験をするというものでした。僕自身は、鉄オタです。鉄道大好きです。乗るのも撮るのも大好きなんですけれども、僕が個人で行くとしたらバンコクから列車で行きますけれども、この旅では、バスでは行くでしたけれども、鉄道乗れるということで、僕は迷うことなく3番目のカンチナブリーを選択しています。アユタヤもこの旅の中ではバスで行ったんですけれども、僕個人で行くならばもう絶対鉄道ですね。鉄道一択ですね。タクシーでもそんなに時間かからず行けるそうなんですけれども、やっぱり鉄道好きとしては、冷房がない暑い車内の列車であっても乗りたくなりますね。というような感じで、タイ2017年6月の2日目のことをお話ししました。それで、次にね、僕がどこに旅に行きたいかというようなことを最後にお話ししようと思うのですけれども、まず第一候補としては、やっぱりタイですね。8月に9泊11日で行きましたけれども、その間にやり残したこと、宿題となったことがまだまだたくさんあります。そして食べていない料理もありますし、歩いていない地域もありますし、なのでやっぱりバンコクが、タイが第一候補。で、第二候補としては、ベトナム。ベトナムは僕はまだ行ったことないんですよ。で、YouTube とかでベトナム旅行の動画とか、最近よく見て、ちょっと勉強してるんですけれども、やっぱり行ってみたいなと。本場のフォーとバインミーを食べてみたいなと。タイの時と同じようにローカル食堂に行って、多分安い。100円とか200円とか、それぐらいのものでいいので食べてみたいなというように思っています。で、第3候補は台湾。台湾は2011年に1回行ったことがあります。それ以来行ってないですね。で、第4候補は香港。中国はこれまで上海には行ったことがあるのですけれども、それ以外の街には行ったことがないです。で、香港は、またね、同じ中国であっても、ちょっと違う雰囲気があるんじゃないかと思いますので、そうで、香港を独立していくのではなくて、台湾と組み合わせていこうかなというふうにも思っています。調べてみると、台北から香港に行く飛行機、すんごい安かったんですよ。どれぐらいだったかな？多分5000円とか。それぐらいの値段だったんじゃないかと思います。そう、日本から台湾に行って、で、台湾ちょっと観光して、それから香港に移動して、香港観光して日本に戻ってくると。そんなルートもありかなというふうに思っています。皆さんはどこに行きたいと思っていますか？
また、僕に言ってほしいところなどがありましたら、リクエスト出していただければと思います。チャット欄でもいいですし、動画のコメントの方でもいいので、いろいろと、リクエストというか、リクエストだけでなくて、おすすめの場所とか、そういうのもあったら、ぜひ教えていただければと思います。ちなみに僕がこれまで行ったことがある海外は、行った順番で行きますと、オランダ、ルクセンブルグ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、ドイツ。で、この4カ国は、1回の旅行で、学生時代、いわゆる卒業旅行っぽいもので、ツアーで連れて行ってもらったものですね。今から何年前だろうな。25年前ぐらいのことだと思うのですけれども、その時で10万円ぐらいだったんですよ、そのツアーが。しかも JAL で、往復 JAL で。破格の値段のツアーだったという記憶が残っています。その時の写真も若干残っているので、今みたいにね、気軽に写真撮れる時代ではなかったので、そして写真特に趣味でもなかったので、少ないですけれども写真ありますので、またいつかね、その時のお話もしようと思います。で、その後、次に訪れた海外は台湾ですね。2011年です。で、次は、ドイツだ。ドイツ単独で行きました。で、その次は、チェコ。チェコのお話もまたいつか、これは近いうちに、このね、2016年6月の、2017年6月の、今のね、このね、タイのお話のシリーズが終わったら、今度チェコシリーズに入ります。チェコもね、チェコ政府観光局からの、招待受けて、ブロガーとして招待を受けて、いろいろと見させていただきましたので、写真いっぱい残っています。ちょっとだけですけれども、動画も残っているので、それもね、ライブの中でお見せしたいと思います。次の次あたりですね。チェコのお話は。で、そのチェコの後は上海、中国上海です。で、その後に、今、ライブでお話ししているシリーズ、2017年6月のタイ。で、その後に、2017年8月にタイ。で、今度はプライベートのタイ旅行。で、そこから7年間ブランクがありまして、2024年8月にタイに行っています。今ね、動画でアップしているシリーズ、8日目まで、8日目までの様子をアップしています。あと2回ですね。で、それ以外にもね、ちょっと特集的な感じで、好きなローカル食堂ベスト5とか、そういったような動画も用意していますので、あとね、通常の動画アップ、2024年8月のタイシリーズしばらく続きます。そちらもぜひ見ていただければと思います。さあ、ということで、ちょっとね、予定でもね、30分ぐらいで終わらそうとは思っていたのですけれども、40分ぐらいになっちゃってますかね。そろそろ終わりにしようと思います。僕、普段は11時に寝て、6時に起きる。7時間かっきり睡眠をとるというタイプなのですけれども、第1回目のライブの時には、10時40分ぐらいに終わって、その後映像チェックをして、お風呂に入ってなどをやって、12時頃に寝て、翌日6時に起きて、睡眠時間短くなったら、丸々2日間ちょっと体調悪かったんですよ。なので今日はその反省を生かして、もうすでに寝る準備整っています。もうこれ終わったら、ライブ終わったらすぐにベッドに入って寝ちゃいます。映像チェックとかまた明日以降にしようと思っています。といったところで、今日はここら辺にしましょうかね。次回は、
今日は9月18日だから、9月20日、金曜日の22時に自宅からお送りする第3回目のライブをしようと思います。本当はね、昨日この内容をお伝えしていたはずなのですけれども、ライブやったはいいものの、音声がめちゃくちゃ状態だったので、ボツにしています。非公開にしていますので、今日はそのリベンジということで、ほぼ同じ内容を多分喋れてるんじゃないかなと思います。特に台本とか用意してなくて、思いついたことをベラベラと喋っているだけではあるのですけれども、そんな感じで、今日はここら辺で終わりにしましょう。何人か見ていただいているようで、とても嬉しく思っています。また、このライブでも金曜日にお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。